はい、皆さんこんにちは。土着園芸の鈴木です。はい、暖かくなってきてですね、いよいよメダカシーズン、ビオトープシーズンっていう風な感じになってきましたね。はい、こちらのビオトープなんですけどね、今ね、すごく新芽がね、あちこち吹いてきてます。このようにですね、このね、田でこんな風にねいっぱい芽が出てきて、でここの辺りはね花菖蒲が出てきたりとかですね。はい、でここの関菖はほらこれね珍しいのは花が咲いてますよ。はい、であと甲骨の新芽が出てきて、これはねみそはぎかな、この池の真ん中ぐらいから出てきてんの。はい、でねこの今日やるのがこちらのハスなんですけど、ハスの株分けをしようと思っています。もうねこれ何年もやってるので恒例な感じですけどね。はい、ちょっとねこうのんびりしてたら新芽がもう出てきちゃって、これハスの多分葉っぱの芽だと思うんですけどね。これ、ね、このままだとちょっとね株分けがしにくくなっちゃうので、今からねやりたいと思います。あとこの苔鈴木のねイメージ通りになってていい感じでしょ。はい、はい、ということで今日はこのハスの、こちらのビオトープの株分けをねしていきたいと思います。ちょっとまずねこちらのビオトープの、ハスの、楽しみ方のポイントをまずねご説明させてもらおうと思うんですが、ハスって結構ね地下茎でぐるぐるっといろんなところをね行ってしまって、全面からハスの葉っぱが出てきてしまったりっていうことがあります。だから一応こちらのハスについてはポットのまま植え付けてあって、こう広がらないようにしています。去年もねこのような感じで何回かね咲いてくれて、はい、非常に楽しませてくれているんですけど、このハスなんですがこの小さなところですので何年もこのままにしておくとだんだんねこのポットの中が地下茎だらけになりまして、花が咲きにくくなったりとかでね、してしまいますので、毎年株分けしております。はい、今からその株分けをねしていこうと思いますので、はい、よいしょ。はい、こちらのトレイ作業しやすい水がたまるね容器なんですけど、浅くて、はい、こちらを今回使っていくんですが、この容器の販売もさせていただいておりますので、また皆さんご検討ください。はい、じゃあこれぐらいアップにして、まずですね、皆さんねご存知の方はもういいとは思うんですけど、初めての方なんかにご説明させてもらいますね。ハスのレンコンっていうのはこのポットの一番底の部分にできています。シーズン中はこう水面じゃなくてね、土の水面近くって言ったらいいのかな、この表面近くをくるくる回るような感じでね成長するんですけど、秋になって夏ですね、夏の花が終わった後ぐらいの8月とか9月ぐらいになると急にね下の方に潜っていって、レンコンができます。シーズン中はねあんまり太くないんですよね。で、その栄養分を蓄えて今年の春に成長する養分とするんですけど、だからですね株分けする時なんですけど、これを一番底にここの部分にできているので逆さにします。よいしょ。これぐらい小さいとね簡単に株分けできていいですよね。はい、このような感じでねレンコンができております。よいしょ。こんな感じですね。で切るところなんですけど、必ずしもここで切らなきゃいけないっていうわけではないんですが、このように、一番細く芽がある部分ですね。こうだからレンコンが1つ2つ、最低でも太い部分がですね2つぐらいあるところのその先を切っていただくといいですね。で特に重要なのがこのこれだと分かりにくいかな、このね短い芽の方がこれね2つあるんですよ。このようにちょっと洗おうかな。このように太いちょっと短い芽とちょっと細長い芽と2つあるんですが、これね細長くもう長く伸びてる方、こっちは葉っぱの芽です。でこっちが成長点になりますのでね、はい、で特にこの成長点は折らないように気をつけてください。これです。はい、
でまあ最低でもってさっき言いましたけど、まあ、ここで切ったとしても膨らんでるところが1つとかでも一応育ったりはします。場合によってはこのもっと先端だけでもね成長しないこともないんですが、まあ、やっぱりちょっと成長が遅くなったりするので太いところはね最低1つ2つあった方がいいですね。はい、このような感じでまず1本ですね。で続いてもう1本ぐらいいいのがありそうですね。よいしょ。まああとこのね作業時期言ってなかったと思うんですけど、真冬に行う方もいらっしゃいます。ただ凍結して傷んでしまったりすることがあるので、まあ、2月のね中旬とか下旬とか、まあ、寒さが和らぎかけた頃していただくといいと思います。葉っぱの芽がね上に伸びてきていました。さっきね写真でも見てもらったように水面に到達するようなところまで来てしまってたと思うんですけど、そこまで行くとこの今はうまいこと取れましたけど、まあ、作業時にね折れてしまったりすることがありますので、まあ、そういうリスクを考えるとあまり遅くならない程度の時期がいいです。まあその季節です、その年の気候によるとは思うんですけど、まあ、大体お彼岸の前後ぐらいとかがベストかなと思うんですけど、まあ、早くはね2月とかにやってもらってもいいですし、まあ、もっと遅めでやっても一応大丈夫なんですが、このね新しい芽が出てきてこの白いひげ根がね発根し始めるとやはりですね株分けした時にそのせっかく出た根っこが傷んでしまったりするのであまりおすすめではないです。遅いのはですね。よいしょ。であと他にも硬いつるみたいなのがこのようにあります。ただですねこういうのはもう去年使った成長した時のつるでして、もうこれはもうゴミになります。このようにね去年の成長したつるがこんなにあるんですけど、これがどんどん残ってくると成長するスペースがなくなってしまうので花が咲かなかったりする恐れが出てくるので、まあ毎年できれば毎年、まあねできない場合でも2年に1回ぐらいはねした方がいいと思います。はい、こんな感じで。であとね去年の植え付けた時のレンコンが上の方にあるんですけど、これですね、これが去年植え付けた時のレンコンです。もうシワシワになっちゃってですね、で断面も腐ってる感じ、こんな感じで養分使い果たしてねちょっとシワシワになってるんですけど、こんなようになっています。これももういらないですからね処分します。はい、このように、取ってしまって、であと土なんですけど、まあ、丸々新しくしていただいた方が、そのまあ何ですかね、去年のうちに養分を使い果たしてしまっているので丸々新しくしてしまった方がいいんですけど、毎年こんだけの土を捨てていくのも大変なので、まあ、この、古い土にですねちょっとまた新しい土を足して、使っていただいてもいいかと思います。今年はですねちょっと丸々入れ替えるんじゃなしにこの辺の土に新しい土を足して植え付けたいと思います。このように新しい田んぼの土をちょっと取ってきました。このような感じで、土着園芸では田んぼの土の販売もさせていただいております。じゃあこれを混ぜていきますよね。はい、田んぼの土にはですね、まあ、長年その田んぼで、有機質をしっかりとね、混ぜ込んだ良質肥沃なね土になってます。いろんな要素がですねしっかりと含まれていますので結構ハスの生育にはぴったりですね。はい、それでは土戻していきます。はい、それでは植え付けるんですけど、まあ一応このね株分けしたやつの中で一番元気そうなのを一つ植えようかなと思います。でこれなんですけど、せっかく取れたレンコン3つとも入れたいっていう気持ちにならないでもないわけではないんですけど、そうするとですね結局株分けした意味がなくなってしまってまたこの中で窮屈になってしまうという現象がありますので、一応今回はこの一番大きい株1つだけを植え付けますね。はい、できました。
一応ねこの田んぼの土にかなり養分があるので元肥は入れずにやっております。でまたですね葉っぱがちょっと立ち上がってきたぐらいのタイミングで肥料をやっていきたいと思っています。はい、こちらが株分け完了後の様子ですね。はい、こんな感じになっております。まあ最初の風景と何も変わってないですけどね。はい、それでですね今回ちょっとねまあ大したことではないですけどちょっとした試みを考えておりまして、こちらですよ、この金魚ビオトープですね。こちらなんですが、今そこそこ苔育ってるんですけど、スズキのイメージよりも全然苔が育ってくれてなくてですね、この苔は育ってないけど、いわゆるモっていう苔はですね割といつも育ってて、あまり綺麗とは言えないこのビオトープなんですよね。で何かちょっと変化が欲しいなと思っておりまして、さっきね増えた飛天っていう株があるじゃないですか、レンコンの。はい、これはですね、これです。これを入れとこうかなと思って。はい、もう植えなくてもいいかな。もともとここには田んぼの土入れてたと思うんですよね。はい、これをここにレンコン入れました。飛天をですね1本入れました。はい、こうすることによって、このビオトープの至る所からですねハスの葉っぱがぴょこぴょこと上がってくることになると思います。はい、で通常であればあまりおすすめしておりません、そういったことは。そこにある水生植物とか育たなくなってしまったりするんでね。はい、ただですねここの場合結構ね苔をメインにしたかったんですけど、その苔がですねいまいち育っていません。はい、ちょっと影っぽいところの方が好きな苔なのかな、この辺の。はい、カモジゴケとか、はい、ホウゴケも入れたと思うんですけど、ホウゴケがね今も生きてはいますね。はい、この辺にあったりとか、あとこっちら辺にあるのは太り指ゴケとか入れてたんですけど、いまいち元気じゃないので、ちょっと変化を求めるということで今回ハスを植えて、ハスの葉っぱの陰ですね苔がきれいに育ってくれたりしないかなというちょっと新たな試みを、してみたいと思っております。はい、ということで、今日はですねこちらのビオトープ、こっちの方ですね、はい、ビオトープのハスの株分けをしてなおかつ隣のビオトープにレンコン1本入れちゃったっていう動画でした。それでは皆さんさよなら。